アベマプライムで給料日本人上がらんよねって話をしてて、そこら辺の原因とかをいろいろ話をしたんですけど、給料上がるためには会社が儲からなきゃいけないよねと。で、会社が儲かるためにはやっぱ IT 系を増やした方がいいよねっていうのがアメリカなんですよね。アメリカの IT 系以外の企業の利益率ってあんまり変わってないんですよ。アメリカがじゃあ世界で富が集まってめちゃめちゃ儲かってる理由何なのっていうと、IT 系がアホみたいに金を稼いでるからなんですよね。なので、いかに IT 系の会社を作るかっていうのが、割とその他の国との戦いの中で勝つには、IT 系でなんとか投資して、そこで利益率高いのしなきゃいけないよねってなってるんですけど、チャッピット GPT を使ったコパイロットっていうのが、マイクロソフトがこんな感じのプログラム作ってっていうのをテキストで書くと、ほいほいって言って、プログラムを書いてくれるっていうのを発表して、Amazon の AWS でも同じようなコパイロットっていう機能が実装されるみたいな話になってて、エンジニア周りでチャット GPT 的な大規模言語モデルっていうのが結構増えてますよっていうのがあって、なのでそういうものをきちんと使えるようにして IT 系で利益を上げていく方向にしなければいけないよねというふうに長期的には考えなければいけないんですけど、チャット GPT 怖いよねとか IT ってやっぱりなんとなく怖いから触らない方がいいよね。そういうのを使わない社会の方が私はいいよね。みたいな人というのがメディアに出るのはよろしくないんじゃないかなと思って、老害という表現をしたんですけど、チャット GPT を使ってこれは危ないよねとか、こういう問題点があるよねとかっていうのであれば僕はそれは言うべきだと思うんですよ。使わないでそういうのはない方がいいよね。なるべく使わないようにしていきたいよね。みたいな話をするのっていうのが、日本の経済発展を後回しにしてしまうというのを、日本がそういう社会になってしまった原因なんじゃないかなと思ってるので、なので日本人の給料なんで上がらんのかっていう話をした後に、それを言うっていうのは、本当に物事が分かっていない人なのか、あえてなのか、どうなのかなっていうので、あんまり頭の良くない人がそれを言うのであればあんまり気にならないんですけど、弁護士もやって政治家もやって、で、さらにその大学院に入って勉強しようっていう向上心がある人がそういうことを言っちゃうと、向上心のある人ですらそういうのは触らない方がいいんだみたいに思っちゃう人がいると思うので、余計に良くないんじゃないかなと思った次第です。はい。給料どうすれば上がるのかって話で、適切に会社が潰れるのも必要だよねって話をちょろっとしたんですけど、多分多くの人には理解されなかったと思うんですけど、内部留保をしてる会社がいっぱいありますと。でもなんで給料を上げないかっていうと、給料を上げなくてもいいよねという社会状況になっていて、給料を上げますってなると、ギリギリの会社が潰れちゃうんですよね。ギリギリの会社を潰すのが良くないよねっていう価値観が日本は多いんですけど、ギリギリの会社が潰れて利益の出てる会社が給料を高めに払うようになって、その給料を高めに払うような会社と同じような仕事を作ろうとか、給料の高い会社に払ろうっていう形で、より生産性の高い付加価値のあるものをやろうという風に人が動いた方が結果として日本人の給料って上がっていくよねっていう話だと思うんですけど、ただそれをやろうとすると失業する人とか会社なくなっちゃいましたって人がいるので、なのでセーフティーネットとしてベーシックインカムっていうのがあった方がいいよねっていうのを、今回ベーシックインカムの話は一切しなかったんですけど、僕がベーシックインカムをこういうところに阻んでくるだろうなっていうのを予想していたっていうのは正解です。チャット GPT-4 に戦々恐々とします。開発面のエンジニアは淘汰されてきそうな気がしています。GPT 等を利用したサービス活動に価値を着ていくべきなんでしょうか。でもある程度自分がやりたいコードを書いてくれるから、書かれたコードをチェックして納品するっていう形になると思うんですよね。翻訳の仕事をしてる人も Google トランスレートとか DeepL とかにぶち込んで、それっぽいもの上がってきて、でもちょっと間違ったよね、ここみたいなのを人間が直すっていう形でうまく使うっていうので、じゃあ今画家の人たちとかが PC で絵描くときとかもイラストレーターとかの便利機能を使ったりするわけですよ。便利な機能を使って自分のやりたいことを表現するっていうので、例えばシンセサイザーで作曲する人っていっぱいいますけど、本来楽器でやるべきことをシンセサイザーでやってちょこちょこ直したりとか、じゃあドラムの音こっちの方がいいよねって直したりとかってザラにあると思うんですけど、なので便利なツールが増えたっていうだけで別にその職業がなくなるかっていう話じゃないと思うんですよね。なのである程度実力のある人はむしろ仕事ができる量が増えると思うんですよ。仕様をある程度考えて、考えた仕様をコードに落とし込むっていうのを今までやってたと思うんですけど、仕様をある程度考えて、その仕様をチャット GPT-4 に飲ませて、上がってくるコードをチェックする。で、それにテスト食わせるっていうのをテストで回して、動くんだったら OK みたいなのってやるっていうので、コード自分で書く時間がどんどん減っていくので、むしろプログラマーとしては儲けやすくなるんじゃないかなと思います。DX 人材みたいなのを、1000万人ぐらい増やさなきゃみたいなの確か自民党の人が言ってるみたいなのがあったんですけど、
DX、デジタルトランスフォーメーションをやる人材を増やすんじゃなくて、今のエンジニアが10倍動けるようになれば、一応可能なんですよ。で、それがコードを書くっていう形じゃなくて、10倍納品できるようになればいいだけで、それがチャット GPT で納品できるようになると、じゃあ10倍納品してるから給料も10倍になるかもしれないんですよ。なので、割と未来は明るいんじゃないかなと思いますけど、エンジニアもね。テクニカル分析のトレーダー2年目22歳男です。最近チャット GPT など AI のことをよく耳にしますが、金融相場に影響が出てくると思いますか？はい。チャット GPT 周りで売り上げがめちゃくちゃ上がる会社があるかというと、結構微妙なラインではあるんですけど、ただチャット GPT でソフトバンクとかが日本版 GPT やるよとか言ったりすると株価上がるみたいなのがあったりして、GPT というバズワードによって株価が上がったり下がったりっていうのはもう今でも起こってるので、多分ここ5年ぐらいはそれはずっと続くんじゃないかなと思います。なので株をやる上では GPT 周りは押さえておいた方が、これやってますっていう会社が上がる可能性があるよねっていうところは、なのでマイクロソフトが OpenAI に出資していて、チャット GPT っていうソフトは OpenAI という会社がやってるんですけど、そこにマイクロソフトが投資をしていて、で、マイクロソフトの検索エンジンの Bing にそれが導入されたりとかっていうのがあったりするので、マイクロソフトの株価上がるよねみたいな動きもあったりするので、一応押さえておいた方がいいのではないかなと思います。とはいえ、外れる可能性もあるんですけど、オープン AI が5年後ぐらいに潰れてたとしても僕は驚かないですっていう話を別の場所でもしたんですけど、Google がスマホでも動く AI っていうのを一応作ってるんですよね。すげえでかい AI と、パソコンで動く AI と、スマホで動く AI みたいなので、チャット GPT を日本の市役所とか区役所とかが使うっていう行政で使うみたいなのを自民党筋が言い始めたりするんですけど、あれ多分進まないんですよ。政府が持っているデータをオープン AI という海外の会社に送ってしまって何かあった時の責任は誰が取るんですかって形になって、で、それよりは Facebook がやってる AI を市役所の中にサーバー置いてやるとか、Google がやってるバードのちっちゃいやつを置くとかで、ネット経由でアメリカの会社に送らなくても、自社のスタンダーローンのサーバーの中でデータ処理することができるよねっていう形になるので、オープン AI にデータを送るというモデルよりも、スタンダーローンのサーバーで動かすものを社内でやる、チャット GPT 的な形で使うっていう方が主流になる可能性があって、そうすると、チャット GPT が1兆円投資してやってますっていうのが、売上ゼロですってなると、もういらなくね、お前ら、みたいな感じで厳しくなる可能性もあったりするので、なので、5年後にチャット GPT を作っている OpenAI が安泰かっていうと、結構わかんないよねっていうふうに思ってありました。とはいえ、超うまくいってる可能性もありますよ。世界中の貿易が容易になった理由で、コンテナ船っていうのが世界中で普及して、貿易コストが安くなったっていうのがあるんですけど、コンテナを発明した会社が潰れたんですよね。その普及の速度があまりに速すぎちゃって、自分たちの予想を超えて普及してしまったので潰れてしまったみたいなのがあるので、AI 周りは何がうまくいくのか、投資が何が正解なのかっていうのが変化が速すぎてわかんないんですよ。どこかはうまくいくと思うのですが、この会社が必ずうまくいくよねっていうのがちょっと読めないっていう、そういう感じです。チャット GPT は近い将来違和感のない感情表現やアバターの顔で違和感のない表情は身振りまで学習できるものでしょうか？はい。そこまで学習すると外形的には人格に見えそう。もうすでにありますね。ディープフェイク系のものとかがうまくいってるので、人間の顔をちょっと変えようとすると、リアルタイムでそれに補正してっていうのが結構時間かかるんですけど、人間の顔の表情の動きだけ盗んどいて、元々ある CG にその表情の動きっぽく変換させるっていうのをやると、自然にしかならないんですよ。すでにある人間の顔をちょっとずつ変えるっていうのをやろうとすると、いろいろその変数が多いので、不自然な部分っていうのが見えちゃうんですけど、もともと CG です。こういう動きをしますっていうのにあって、右の眉を上げたら、こっちの CG の右の眉を上げるみたいな、あくまで行動に対するキーとして人間の表情というのを使うっていうのをやって、出される画像としては CG ですっていうのにやると、多分もう人間が気づかないレベルなものは全然作れちゃうんですよね。なので、時間の問題というか、すでにあるっていう話になります。フェイスリグっていう顔の表情を拾って VTuber みたいなことをやるっていうソフトが500円ぐらいで売ってるんですけれども、5、6年前ぐらいからあって、で、割とそれが結構それなりに動いていて、で、一回僕それ使って配信したことあるんですけど、決めって言われて、めんどくさくなってやめちゃったんですけど、オリエンタルラジオ中田さんが同じようなことやって、視聴者めっちゃ減ったっていうのがあってやめたっていうのがあるんですけど、なので VTuber とかが今その方向に行ってるんじゃないですかね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。